我は美術保健医ディープブリザードである。今回も皆から送っていただいたイラストを添削させていただくのであるぞ。そして今回もちょっと添削に入る前に一つお話をしておこうと思うのである。この美術保健室のイラストの添削であるが、応募の際に地獄モード、天国モードを選択できるというのはこの間お話しさせていただいたと思うのである。そしてその添削フォームの中にプロを目指している、もしくはプロとして活動している、そしてそれと趣味で書いているという選択肢があるのをご存知であろうか。この選択肢、どういう違いがあるのかといえば、趣味で描いているという選択を選ばれた方の絵に関しては、できる限りその方の絵柄や作風、塗り方を尊重するという点である。そして、プロを目指している、もしくはプロとして活動しているのであれば、そのプロを目指すのにあたって必要なことであれば、絵柄や作風、塗り方などをガラッと変えてしまうというものである。もちろん、ガラッと変えることが良いというわけでもないであるし、それだけが正解ではないということは前提としてお話はしたいのであるが、応募されてきた方のそのままでは良くない、そのままではプロを目指す、もしくはつまりその絵で今の時代にお金をもらうことができるのかということを考えて、そうでないと我が判断したのであれば、どんどんと変えていこうと思うのである。もちろんその点に関してもきちんと説明であったり、なるべく皆が納得できるようにしようとは思っておるが、どうしても我の書き方だったり、我の一番得意な書き方で書いてしまうということは否定はできないので、それに関してはたくさんご意見はあるかもしれないが、そういう意図でやっているということをご了承していただけると嬉しいのであるぞ。例えばそうやって応募していただく際に、私はこの色使いとか塗りが好きなので変えないでいてほしいですとか、自分はもうプロを目指しているのでそういう塗りだとかタッチだとかどんどん変えてもらっても構いませんみたいなことは、もしよろしければ添削の応募時に一言添えていただけると、多分な、それは我ではなくて見ている皆様もより納得しやすくなるかもしれないので、添削の際に自分の塗りだとか細かいところが気になるなという方は、そういうところを含め応募時に添えていただけると嬉しいのであるぞ。それでは今回添削をさせていただく湊屋鈴殿のイラストを見ていこうと思うのであるぞ。湊屋鈴殿の希望モードは地獄モード。趣味で描いているのかプロを目指しているのかはプロを目指している。今回送っていただいた絵のお悩み、うまくいかなかった点、重点的に見てもらいたい点は、人物がとても苦手なのでデッサン等を見てほしいです。絵作りも学校の先生から下手と言われて自信を失っています。助けてほしいです。私はプロになりたいです。自分に自信を持って絵を学んで描いていきたいです。よろしくお願いいたします。ということで、添付した絵のうまくいった点、好きな点は、靴の色味がうまくいったので好きです。ゆるキャラが得意なので、ゆるキャラを添えました。ということで、もうまずは本当にこの絵を見た時の印象として、華やかで楽しい絵、そして美しい色使いに我はもう引き込まれてしまったのである。なんか湊屋殿がこの靴の色味がすごく良いと言っておるけれども、本当にこれだけ色をたくさん使って破綻なく仕上げているというのは、本当に色彩センスがずば抜けて素晴らしいと感じたのであった。普通だったらこうやって顔周りに同系色の色を置いたりとか、あまりメリハリのある色使いをしているわけではないから、普通だったら埋もれてしまうんだけれども、この絵の描く要素がいろんな色を引き立てるようにしているので、見た時に本当に楽しいとか幸せだとか明るいとかポジティブなワードがたくさん出てくる。色をこれだけ使って、その色から伝わるニュアンスが本当に明るくて楽しくっていうのができて、色彩の設計能力というのかなは、多分プロでもここまでできる方はいないであろうと言えるぐらい素晴らしい能力を持っておると思うのである。であるし、本当細かいところの衣装デザインであったりとか、こういう布の柔らかさだったり、この半透明の透け感であったりとか、そういう質感の違いなんかは本当に丁寧に書かれておって、この後一応ちょっと見る前に何回かチェックしたんだけれども、背景に描いている花、これ全部違うんであるよ。だからちゃんと全部この花描き下ろしてるんだと思うんであるよ。なんか何回見てもでもなんかこういう花ってなんか 2,3 種類をコピペしたり回転して使い回してるよなって思って確認したんだけれども、これ全部描き下ろしてるんだよな。それがまあ恐ろしいなというか、そういうところにやっぱり丁寧に時間をかけるからこそ、この絵に対するこだわりだとか、湊屋殿じゃないと出せないっていう絵の魅力を存分に出しているんだと思ったのである。こういうキャラクターの顔のこのアップにしても飽きない瞳の描き込みとか、
絵を長時間見たくなるような、絵を見れば見るほどこの絵の魅力とかキャラクターの魅力っていうのに気づけるっていう風に描いているっていうのは素晴らしいと思うので、類いまれなるその色彩センスと自分がどういうものが好きかというのを分かってそのこだわりを描いている、このゆるキャラが好きなのでそれを添えましたっていうのも、もうこういうグッズがあったら買うよねって、ゆるキャラのグッズとかキャラクターが好きな人の気持ちがめちゃくちゃ分かってるし、本人が好きだからこれが描けてるんだなっていうのが伝わる、とても良いキャラクターだと思ったのであった。なので本当にそのプロを目指しているというのが分かるぐらい、そのこだわりだったり技術面であったり、そういうところに力を注いでいるのが分かる絵なのであった。ただ裏を返すことにはなるが、それ以外は素人同然だと我は断言しないといけないなと思ったのである。やはりその色彩の美しさや細かなディティールのこだわりというのは良いのだけれど、湊屋殿も言われておるように人体の描き方が全くもってなっていない。多分プロの界隈でこの絵を出したら間違いなく全部描き直しをさせられるレベルで、人体というものを全く理解していない描き方だなと思ったのである。このブランコに座っていて正面に向かって足が出ているという構図なんだけれども、全くその絵に立体感とか奥行きが感じられないであるし、この前に出している右手も全然その奥から手前に伸びているというデッサンが取れていないので、全くそのようには見えていない。だしこのブランコを持っている手というのもちょっとデッサンの違和感を感じてしまうところであった。あとはこの絵で我が一番気になったのが、この表情の躍動感、すごく明るく楽しくこちらに向かって楽しいよっていう風に表情を向けている、すごく明るくて本当に背景に描いてあるこの太陽のようなでパッと花が咲く、まさに花が咲くような表情を描かれておってるんだけれども、この全身の硬さなんであるよ。どういうことかっていうと、絵に対して胴体がほぼまっすぐストンと体の躍動感、動きがない状態になっているんであるよ。だからものすごく丁寧に落ち着いて座っているブランコの絵になっていて、この表情が見せる躍動感でやってはいいポーズではないんであるよ。これだけおとなしく座ってるんだったらポーズもな、こうやって手を前に出すとかではなく、両方の紐を手で持って落ち着いて座っているとか、そういう絵にしないと、なんでこんなに落ち着いてるのにこんな明るいのっていう、せっかくの可愛い顔がちょっと狂気になってしまうんであるよ。狂気というのは言ったら普通だったらこうなるはずなのにとか、こういう時にはこういうことするよねっていうのをしていないから違和感を感じて恐怖を感じてしまうということなのであるけれども、まさにこの絵がこの表情に対して体の躍動感とかポーズが一切伴っていない、本当に首から下と首から上でやっていることがバラバラになっているっていうのは、せっかくここまでかけているのにもったいないと思った。ただおそらく湊屋殿はデザインをするとかキャラクターを作るということが得意な方なんだと思うんであるよ。どういうことかというと、例えばこういう衣装とかの細かい色使いだったり、こういう細かい模様も全部手書きだったり、このスカートの裾のフリルの柔らかさとか丁寧さとかすごくいいんであるよ。この足のパンプスについてるリボンとか、そこにスズランの飾りがついてて、全体にこのスズランっていうのをテーマにしているんだなっていうのが伝わるデザインになっているし、全体のカラーコーディネートだとか、差し色にピンクとか明るいエメラルドグリーンとかを使うことで、ただ緑色の優しい色じゃなくて華やかさとか軽やかさとかちゃんと計算してデザインしているんだけれども、それ以外に対して興味が向いていないというか、人体をもっと魅力的に描こうとか、人体をどう描いたらどうなるんだろう、自分がどういう感情をこの絵に入れたいんだろうっていうのができていなくて、その湊屋殿のそのツイッターとかを見させていただいて、本当にゆるキャラとかこういうマスコットキャラ体型というか描かせたらめちゃくちゃ可愛くて、本当にグッズ欲しくなるなっていうか、多分もうこういうグッズ売ってるだろうっていうレベルのものがたくさんあって、やっぱりそれは好きだし、そのために努力されてきたっていうのがわかるんだけれども、このゆるキャラを描く手順というか作法で人間を描いてしまったというか、言ったらゆるキャラとかマスコットっていうのは激しい動きだったり、その感情を大きく見せたりするっていうことがないので、なのでやっぱりそこでできていないとかうまくいっていない、その人間を描くには人間を描くっていうことに対するこだわりを持たなくては、ゆるキャラが描ける、ゆるキャラを描いているからといってそれをそのまま人間に適応してしまっていてはいい絵は描けないなと思ったのである。なので絵の修正点を加えるとしたら、まずはこの体全体の躍動感を出すようにするが第一かな。むしろそこだけやれば本当に背景とかこのゆるキャラの書き込みとかディティールなんかはもうそのままで良いと思うので、顔の表情はそのまま活かしていこうと思う。というか今回はこの顔の表情を起点に全体のバランスを修正してみようと思うのである。で
そのちょっと修正を施したのがこんな感じである。こんな風にこうキャラクターの体にこういうひねりのバランスが入っているのがわかるかな。で肩とかにもこうちゃんと上下の動きを入れたり、こう足も左右対称ではないような自然なブランコに乗って揺れているっていうことで、体のバランスが椅子に座っているなどと違ってちょっと歪んでいるというかずれているっていうことが自然な人間の動きに見えているっていうのがわかるであろうか。この肩からの手の出し方っていうのもちゃんと立体感がわかるような出し方にしたり、このブランコの紐を持っている手もギュッとこうやって力を込めて寄せることで、このブランコに対してこうすごくこの表情のように楽しく乗っている、揺れているっていうのを図にしてみようと思ったのである。それに合わせてスカートもこんな風に大きく躍動感を出したり、このスズランの後ろの飾りだったりっていうのも左右対称とか落ち着いた感じになりすぎないようにあえて乱すことで、キャラクターの可愛らしさや躍動感というのを表現しようと思うのである。なので今回は、背景やゆるキャラはそのままに、でキャラクターの表情も一切手を加えないまま、キャラクターのポーズやデッサンを修正するという方向性で添削を行っていこうと思うのであるぞ。
いうわけで、添削の終わったイラストがこちらである。基本的に色使いやタッチなどは元の絵を活かし、全体的に躍動感と表情から伝わる明るさ、楽しさというのが絵全体に広がるように、細かなところまでポーズや服のなびき方まで細かく描き直させていただいたのである。元の絵と比べてみると、この通り一気にぐっとこのキャラクターに引き込まれる構図になったのがわかるであろうか。体全体にしなりが入り、足先なども揃えすぎず、手の表情や服などからの動きの軽やかさ、そして元の色彩の良さというのを最大限活かせたものになったと思うのである。本当に今回やらせていただいて、色味の絶妙さというのを実際にこう塗ったりしながら、でどんな風に塗ればその絵が再現できるのかというのを意識しながら今回は描かせていただいたんだけれども、本当に我自身たくさん勉強になることがたくさんあったであるし、やっぱりこの元のキャラクターの表情がすごく良かったので、多分こういうアップで見た時でも、こうやってレイヤーがこうやって添削をする前する後でキャラクターのこの表情に合ったパッと華やかな動きにできたかのと思っておるのである。またこの足の影だったりとか服の陰影などに立体感を意識して入れたことで、よりこうキャラクターがブランコに座っていたりだとか、このキャラクターが今どういう姿勢のポーズをしているのかというのがとても分かりやすくなったと思うのである。このようにゆるキャラを描くやり方と同じやり方で人間を描くということは、メリットもあればデメリットもある。やれることもあればむしろ表現しにくくなってしまうということもあるので、ただこうやって色味を合わせていれば、例えばこれだけ陰影のついているキャラクターと陰影が全くついていないゆるキャラ、並んでも違和感がないっていうのはわかるであろうか。なのでゆるキャラに無理やりこの陰影を当てはめるとかしなくて良いので、この色彩の全体のトーンというのを合わせて描く。でゆるキャラにはゆるキャラに合った塗り方を、で人間のキャラクターには人間のキャラクターに合った塗り方をというのを意識するだけで、この色彩センスをよりどちらの絵でも活かせる素晴らしい作風になれると思うのであるぞ。いかがだったかの？少しでも皆の創作のヒントになれば幸いなのであるぞ。そして皆からの添削希望のイラストは随時募集中なのである。動画概要欄の投稿フォームから必要事項をご記入の上送っていただければ、その中から魔王が添削をさせていただこうと思うのであるぞ。それではまた次回。絵が上手くなりたいと思ったらいつでもここに遊びに来るのであるぞ。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。チャンネル登録、高評価、動画のシェア、SNS のフォローなどぜひぜひよろしくお願いいたすのであるぞ。